羽田末子さん、当時8歳。爆心地から約 0.8km 離れた船入町の自宅で被爆しました。しばらくするとすぐにまた空襲警報になったんですよ。で兄弟4人で大急ぎでその防空頭巾かぶって防空壕へ飛び込んだんですよね。でもとにかくもう恐ろしいですから、もう早くもう飛行機が遠く行きますようにと祈りながらね、4人こうそれこそ肩を寄せ合って、ですぐに警戒警報解除になりました。で「あ、よかったよかった」ってね「よかったね」ってのこのこ出てきたんですよ。それで4人がなんとなく朝ごはん食べた記憶がないんですけども、何か食べようって言い出した。誰かがね、どのお姉ちゃんか分かりませんけど、何か食べようって食べるもんないですから、お菓子があるわけじゃないですから。で大豆をね、一番上の16歳のお姉ちゃんが、一番長女が16歳でしたから、そのお姉ちゃんがその宝禄鍋、今のフライパンね、あれでこう大豆をこいてくれてたんです。お姉ちゃん5年生のお姉ちゃんともう一人お姉ちゃん座って、それで一番目のお姉ちゃんが、もうその辺でね大豆をこう言ってくれた。そしたらこの後ろの2人のお姉ちゃんがね言い合いを始めたんですよ。口喧嘩を。これで「あ、始まったね」ってそう思った瞬間だったんです。あ、また口喧嘩してるわと思った瞬間が85分だったんだ。ピカーッと光って、一瞬何が何か分からんようなね、ものすごい光ですものね。こうね、例えて言いようがないんですよ、あの光は。紫とか黄色とか赤とか何とも言えない、ピカーッと光った瞬間、あーって思いますよね。それこそ何っていう感じ。そしたらまた今度はザーンっていうね、もうね、ここから全部飛び出たんじゃないかっていうのは、内臓が飛び出たんじゃないかねいうような衝撃だったんですね。スターンっていったまま気を失って、もうそれからは記憶がないですね。どれぐらい時間が経ったのかね。気がついたら瓦礫の下でしたけども、それでもお姉ちゃんたちが私の名前呼んでくれるからふっと気がついたんですよね。その時はもうもう真っ暗な中で一人ちょこっと座っておりました。腰掛けたような状態でね。でお姉ちゃんたちの声が下の方から聞こえてきましたよ。なぜか一緒にいたのにね、すぐでそれぞれが名前を呼び合ったんです、4人が。で5年生の姉だけが返事がなかったです。ですから瞬間なくなったんじゃないかと思いますけどね。でお互いに自分の居場所を分からんながらに言い合うんですよ。でお姉ちゃんが「私はタンスの下敷きになってる」っていうお姉ちゃんと「私は仏壇の下敷きになってるよ、苦しいよ」っていう声がするんですよね。で私は腰掛けたような状態でしたので、上の方に近いところにこうハンドでこう飛び上がったんでしょうね。分かりませんけども、でそういう状態でしばらく3人が話をしました。でその爆弾が落ちたっていう感覚がないんですよね。もう空襲警報がもう解除ですから。で自分の家だけは何かが起きたなっていう私の考えでね。で誰かが助けに来てくれるよね、そのうちって。で助けて助けてって叫ぶんですけども、誰も来ませんよね。その喧嘩しよったから罰が当たったんじゃないかとかね、そういう感覚なんですよ、自分たちが。だからもう今度は仲良くしようね、お父さんお母さんのこと聞こうね、みんな仲良くしようねって言いながら、ごめんねごめんねって言いながら、それを繰り返しいやあんたが悪いんじゃないよ、私が悪かったんよってお互いに言いながら時間を過ごしていったんですよね。それでふっと気がついたら、このベタベタの体がね、ぬるっとした感じがするんで、ようやく自分をこう見るあれができたんですよね。そうするともう血でもべっとりしてましたから。で痛みは全然なかったですね。
でどこから血が出てるのかわからないからこう探っていくうちにここの首のところにこう穴が開いてこれぐらいこうズブッと入ったんで、あ、ここから血が噴き出してるんだっていうぐらいの感覚で、でもあまりのそのことの大きさに痛みは感じないんですよ。でなんとか出なきゃいけないと思って周りをこう見ているうちにちょっと外が明かりのようなこう外が見えた気がしたから、そこから出られるかもしれないって思って、お姉ちゃん出れるかもわからんよって。でそこから出ようとしたらガラガラガラと瓦礫になってますからね、崩れちゃったんですよ。でまた真っ暗になってその穴がなくなっちゃったわけですよ。その時に初めてあ、もうここで死ぬんだって、なんかこう子供ながらにね、もう助からないって自分でこう腹を決めるっちゃおかしいんですけど、もうダメだって思ったんです。そしたら今度は焼け死ぬのが怖い、火が回ってくるのが怖いっていうのが分かりますね。ようやく何かの拍子にちょっとこう外へ出られました。だから私は自分が出てきたとこ顔を突っ込んで「お姉ちゃんうちがもう迷うるよ」って「はよでねお姉ちゃん焼け死ぬよ」ってお姉ちゃんにこう伝えたんですよ。でもお姉ちゃんの声もどんどん細くなってました。もう苦しい苦しいで、ね、あんた出られてよかったよねって。で外へ出てみてびっくりしたんですよ。もう周りが全部違うような光景じゃないですか。遠くまで見えるんですもの。ぺちゃくなってるから。それで夜のように薄暗いし、で幽霊のような人がこういっぱいいっぱいこうやけどした人とかね、ゾロゾロ逃げてくる姿を見て、もうそれは本当どう言っていいかわからないです。でお姉ちゃん大ごとになってるよっていうのが精一杯で。でうちがもう燃えるからね、お姉ちゃん早でね焼け死ぬよっていう話をして、瓦礫を一生懸命助け出そうと思って1本ずつ取るんですけどもね、そういうことじゃ間に合いませんものね。で助けに求めに行くしかない思って、誰か助けてもらおうと思って、通りすがりの人に「お姉ちゃん下に行きなとで助けてください」ってみんな自分がもう怪我ですから。であんたもそこにおったらあんたも死ぬるよ言ってくださるんですけど、まあ仕方なく呼びに行くしかないわって思って、そこを離れちゃったんですよ私がね。で防火用水がありますよね、ところどころにあった。そこに行くとなぜか人こう何人かおられたからね、あそこへ行って助けてもらえばいいわと思ってそこを離れて行ったもんですから。でその人たちは血だらけになってるし、でほとんどの人がもう水槽の中に防火用水の中に頭突っ込んでましたでしょ。でも元気そうな人がお姉ちゃん後出てくるけんね、あんた先に逃げおりんさいって、こうやって言ってくださったんですよ。助けに行く手立てがないんですもんね。でこれは助けてもらえんのだわって思って、やっぱり私が何とかしなきゃ思って元へ戻ろうと思ったんですけどね、もう様子が変わってますからね、どこが自分の家かも全然もう方角がわからない、全然わからなかった。もうそうなるともうしょうがないんですよね。どこに行っていいかわからない。で火の手はもうゴーゴーって音がしてましたからね、ゴーゴーっていう音が、火の手が上がってね、で火がどんどん迫ってくるし、そういうことも仕方なくもう前へ進むしかなかったです。もうどうすることもできなかった。人の痛みが分かる人、だから子どもたちにもいつもお友達を大事にしてほしいっていつも思うんですね。でまずそこからが一番の平和の原点になっていくんじゃないかと思うんですね。やっぱり自分を言葉に出して伝えていくっていうことも一番大事なことじゃないかと思うんですよね。やっぱり思いやりが一番だと思うんです。で人の痛みが分かればそこからね争うこともないでしょうし、